NPO 法人まちづくりぐるっと大槌の小向井幹夫さんのスピーチです。私たちの NPO 法人は震災前から活動し、震災後は被災者の生活支援を柱に活動しております。それは仮設住宅で商店がなく買い物ができなかったり、あるいは通園に行くのにも不便だということで、生活をする上で非常に不便なことが生じたからであります。なので見回りを兼ねながら、私たちは移動車で野菜を実費販売する、あるいは通院のお手伝いをするという活動を推進してまいりました。で、現在は町の委託を受けて災害 FM 放送を行っております。と同時に自主事業といたしまして、作る、集う、伝える、この3つをキーワードにした新しいコミュニティづくりの場を提供して活動をしております。そういう活動をしている私が、被災の体験から今伝えたいということをお話ししたいと思います。おーい、津波が来たぞという大声に、海の方に目をやると、真っ黒い煙のような壁のようなものが立ち上がって押し寄せてくるのが見えました。それがあの大惨事を招いた大津波だったのです。その日2011年3月11日の午後2時46分、大きな地震がありました。3メートルほどの津波が来るという予報が発表されました。で、私は町のフレアセンターという施設におりましたが、その建物があまりにも揺れが大きくて、利用者の方々が混乱をし、逃げようとして階段で転倒するという人もありました。私は設備の管理者として利用者の安全を最優先に行動し、避難誘導をいたしました。で、幸いに施設を利用していた町の職員たちが避難誘導にあたりまして、館内には一人の利用者も残らず、そこで犠牲になった人は一人もおりませんでした。で、それがあの大きな被害の中でせめてものを私たちの救いになりました。避難誘導や館内の点検などで、私たちは高台に逃げるタイミングを逸して、私とスタッフ1名が屋上の方に避難するとき、すでに1階は破壊され、打ち寄せる津波のしびきをかぶりながら必死で屋上に避難しました。そしてそこで目にしたのは、津波で一瞬にして消えた町の無残な姿で、ただ唖然とするばかりでした。津波で海と化した町の中に孤立した建物、その建物にそのまま閉じ込められて、眼前に燃え盛るグレンの炎とガスボンベの異常な爆発音の恐怖、真っ暗な中で凍えるような寒さ、その寒さとの戦いに本当に精魂突き当たる思いの一夜を過ごしました。次の日、自衛隊の方に救助されて高台の避難所に着いたときは、本当に
生かされたという思いが強く、うちは流され、すべてのものを失いました。でも、心だけは流されていなかったという思いを強くしました。でそれは、自分の生まれ育ったふるさとのこの惨状を何とかしなければならないという、そういう思いが湧き上がってきたからです。その時の生かされたという思いが、今の私の NPO 活動の支えになっております。そんな被災体験と、一旦避難しながら隣人を助けようとして犠牲になったり、歩行困難な老人を車椅子で避難させようとして一緒に犠牲になった知人たちのことがいつも心に残っております。そして今考えられるのは、どうしてその人たちがそういう犠牲になったのか。でそれを思うと、自分の命を守るということについて深く考えさせられるものがあります。平時の生活の中で、私たちはいつも危機管理をしながら、自分がそういう場合にどう対応するかということを考えながら生活をしていくということが非常に重要であると思っております。で、例えば通常の生活の行動の中で、もしそれと違ったような行動をする場合でも、その時々不時の事態が生じた場合に対する対応というものを考えながら生活をしていくということが大事だと思っています。で、今度の震災で釜石市の宇野瀬前小学校と釜石東中学校の生徒たちが一人の犠牲者もなく避難したということは、大きな教訓としてこれから生かしていかなければならないと思います。で、当時奇跡というふうな報道がされましたけど、あれは決して奇跡ではないと思います。海の近くの学校で常日頃の訓練と、それに対する生徒たちの適切な行動の結果に他ならないと思います。残念ながら私の町では町長以下十数名の職員が犠牲になりました。その犠牲を無駄にしないためにも、正しく検証し、それを今後に生かしていきたいと思います。いろいろ災害対策には課題がたくさんあります。例えば避難タワー等の問題が出されたりしていますが、それはあくまでも一時緊急的な避難の施設であって、もしそういう災害が起きた場合には、指定された安全な場所に逃げるということが大事です。それはごく当たり前のことというふうに考えられるかもしれませんけれども、今度の震災後の反省から、私はあえてこのことを東日本大震災の教訓として伝えたいと思います。そうです。絶対に逃げるが勝ちなのです。で、私はこの大津市長の今の復興まちづくり協議会やワークショップに積極的に参加しています。そして今後も継続して NPO 活動を続けながら、絶対にいい町ができるということを確信して復興に尽力するということを誓約し、私のスピーチを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。